こんにちは。トルコでプロサッカー選手を目指している高橋香です。今回はトルコで日本人はモテるのかモテないのかっていうテーマで話していきます。結論から言うと、日本人の男性も女性もトルコではモテます。ちゃんと清潔感があって、おしゃれ感もあって、そういう方であれば問題はないです。もう日本でモテればトルコでもモテますね。特にトルコには日本人かなり少ないんで、その珍しい日本人っていうアドバンテージがあるんで、問題ないです。次は男性と女性でそれぞれ話していこうと思います。まずは女性の話からです。まず日本人女性は世界的に圧倒的に人気です。で、トルコでも例外なくモテるのでご心配ないです。日本人女性がモテる理由として、一番よく挙げられるのが、脱毛とかエステなど美意識の高さですね。あと、おしゃれさなどですね。海外の女性では結構脱毛とかしない方も多いんですよ。で、たとえ脱毛をしたとしても、もうちょこっとだけまだ産毛とか生えてる人多いですし、お肌のお手入れとかも日本人ほどは基本しないですね。本当に海外セレブはするんですけど、一般の方ではもう圧倒的に日本人の方がしてますね。海外で日本人女性ほど美意識が高い人をほとんど見たことがないです。次は男性の話です。日本人男性は海外でモテないっていう謎の噂ありますよね。ちょっと他の国はわからないんですけど、トルコではそんなことないです。むしろ今がチャンスなんです。なぜかといって今もう K-POP ブームが来てるからなんですね。もう韓国フィーバーというか、もうすごい韓国人男性がトルコで人気で、日本人は今それにあやかる乗っかるチャンスです。なぜかっていうと、もうトルコの方からしたら日本人と韓国人の顔の違いも全然わかんないんですよ。例えば日本人が、スペインとポルトガルの方の顔の違いわかりますかとか、そういうことと一緒で、全然もう顔一緒なんで問題なく、ある程度の、先ほども言ったんですけど、ある程度の清潔感とか、ある程度のおしゃれ感とかあれば問題なくモテます。むしろ今が日本人男性はチャンスです。次は日本が人気っていう話をしていきます。もうトルコで日本めちゃくちゃ人気なんですよ。やっぱアニメとか漫画がもう強いです。もうナルトとか、あとハンターハンターとか、アタックオブタイタンとか。アタックオブタイタンは進撃の巨人のことなんですけど、もう男性だけじゃなくてもう女性の方ももうすごい、もうなんか自分でオタクって名乗ってるくらい、もうすごいもう熱狂的なファンが多いですね。あとその歌舞伎とか茶道とか日本文化に興味を持たれている方も多いです。そういうのもあって日本語勉強してる方はめっちゃ多いんですね。なのでやっぱ日本人の友達が欲しいみたいで、あとそのアジアとか日本だからとかもう差別されたこともなくて、もう日本すごい人気です。次は言語の壁の話をしていきます。英語とかトルコ語できないからトルコ人の方と恋愛するのはちょっと難しいんじゃないかなって思う方もいると思うんですよ。もちろん英語とかトルコ語できた方がいいんですけど、私の周囲にはもうトルコ語も英語もできなくて、毎回 Google 翻訳使って連絡取り合ってるカップルもいるみたいな、そういう方もいるんで、もう言語の壁は関係ないですね。むしろそのトルコ語勉強中で、なんかこれなんて言ったらいいんだろうとか、そういううまく伝えられないもどかしさとか、そういうのをまた楽しんで、ちょっとそういう言語の壁も楽しんでいきましょう。次はトルコ人の方の見た目の特徴です。トルコ人の方は彫りが深くてパッチリ二重の方が多いですね。男性も女性も。で、男性は結構髭を伸ばしている方が多いです。で、女性のファッションが特に特徴的で、おへそを出してたりとか、下半身がタイツみたいな、なんか水着のみ着てる、なんか日本じゃ全然見ないようなパツパツの服装とか、そういう露出の多い格好をしている方が多いですね。で、ちょっとそういう方の画像をここで載せると、著作権とか問題があるんで、例えばトルコ人イケメンとかトルコ人美女とかちょっとググってみてください。次はトルコ人の方と恋愛する際の注意点を話していきます。トルコにはいろいろな宗教の方がいます。ムスリムの方もいますし、ムスリムじゃない方もいます。厳格なムスリムの方もいますし、厳格じゃないムスリムの方もいます。一般的には都市部ほど厳格じゃないムスリムの方が多くて、田舎ほど厳格なムスリムの方が多いって言われています。もちろん例外もございます。
で、例えば厳格なムスリムの場合、結婚するまで性交渉はダメとか、もっと厳格な場合、結婚するまでも手をつなぐのもダメとか、そういった点もあるんで、事前にパートナーとちゃんと話し合って確認してみてください。で、私の友人の例で、割と厳格めなムスリムの方と付き合ってる男性なんですけど、デート中本当に眠くなってしまって、もう本当に眠くて、別に下心もないんですけど、ちょっと眠すぎるからホテル行こうよって言ったところ、彼女に勘違いされてめっちゃ喧嘩になっちゃったっていうケースがありますね。なので皆さんそこは注意して確認してみてください。今回の動画のまとめです。結論、トルコでは日本人女性も日本人男性もモテます。ある程度の清潔感だったり、ある程度のおしゃれさがあれば問題ないです。新たな価値観で恋愛したい人にトルコがおすすめですね。言語の違いだったり、宗教とか文化の違いだったり、新たな刺激を求めて恋愛したい人はトルコに来てみてください。実際にトルコの友達とか恋人、どうやって作ったらいいのっていう話は次回の動画でしていきます。こんな感じで今回の動画終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。